恋人未満It's love, it's love、It's all love。 ありがとう。そんな関係性。さて Over the Bubbly ですが、今回のエピソード 24th エピソードでシーズン1終了することになりました。寂しいけどなんかいろんな話を今こうやって並べてみるとしてきたから、なんかすごい満足感もありつつも、とにかくたくさんチアーズしてきましたね。本当にたくさん獺祭飲んだね。だから今日もまずは乾杯からいきましょう。はーい。Cheers！冷えてる。美味しい。美味しいね。じゃあメッセージもね結構リスナーさんから来てるから、今日最後だしいくつか紹介したいと思うけど、どれどれ。お二人はどんな関係ですかって来てます。二人の関係か。ご想像にお任せします。答えないんかい。意味深な。二人のでも何回か話してきたよね。やっぱ二人の関係素敵ですねってコメントいただいたもんね。友達以上恋恋人人未満未満。マジそれです。今日は振り返る機会なんで、いろんなこうエピソードを振り返りたいけど、Over the Bubbly は全体的に言うとまあゆるく女性、特に女性へのなんか力になる、ちょっとしたプッシュになるような、やる気が出たり、なんかそんな落ち込まなくてもいいかもこれに関してはとか、なんかそういうポジティブマインドになってもらえるようなメッセージを常に込めてこうってのは決めてたよね。決めてたし、もうそこ求められてるなってすごい思ったのが、この前年下の女の子になんか自信がないですけどどうすればいいですかって言われて、なんか自分に自信がないと、でやっぱり SNS 上ですごい比べちゃうと、って言われて、オーバーザバブリー聞いてきましたかと思ってエピソードまさに、何でしたっけ。89らへん。89でも本当に後半毎回なんか振ってる気がする、その方に、本当に SNS とかなんかこう自分は自分の道があるんだよっていう、最終的にいつもそうだよね。いっぱいミスしようを、みんなそれぞれ違くていいんだよっていうのがテーマじゃない？そうだね。どうしてましたみたいな、なんで自信があるんですかみたいな感じ言われて、そんなつもりもないんだけど、自分はこうっていうあれがあるからかな。なんか自分がある意味あるのかな。よくても悪くてもこう自分はこうっていうのがあるから、あんまり比べようとしないのは、性格なのか育ちなのかちょっとわからないんだけど、なんかそれがやっぱり昔から強かったから、だってしょうがなくないと思って、なんか他の人と比べても元が違うしさ、例えばベニと例えば顔比べてもさ、ハーフだからさパーツが一つずつすごい綺麗なのとかさ、絶対無理だ、整形しないととかもさなんか比べようにないじゃん。まあだからそこが全てじゃないんだよって一回さきこみたいな人が周りにいる人に一言言われるだけでも全然こう見方が変わるよね、自信ってでも外ばっかりやってちゃいけないんだよって話もしたの。やっぱ中からこう引き出る、なんていうの、中からこう出る自信っていうのはやっぱりこう知識を増やしたりとか、人とそういうね、表面的なところで勝負するんじゃなくって、そこじゃないじゃん、そこが全てじゃないじゃん、だから中がこうもうちょっと中からの自信っていうのに溢れてる方が私はすごい素敵だと思う。とにかくエピソード89を聞いてください。ちょっと繰り返しになっちゃうけど、だからそこいいエピソードだったよね。そうちなみにリスナーが一番聞いてたエピソード何って聞いたら何だと思った？一番人気エピソード7、好きなのか依存なのかジョーなのか。ジョーは危険人物、恋愛相談。すごいね、ジョー。全然タイトルがさすごくないこのタイトル。ジョーは危険人物恋愛相談だから、恋愛相談がすごい人気だった、恋愛みんな悩んでんのかな。いろんな悩みあったもん。いろんな話したね。したけど、この次にちなみにね人気だったのが、その1個前のエピソードね、噛みすぎごめん、エピソード6のその人が愛を感じることをしてあげること。この時ね、そうね、やっぱだから恋愛が
恋愛ネタみんな好きなんですよ。そうだよね。恋愛ひたすらラブソングは書けるもん。そんなラブソングを書いてるベニの恋愛トークをみんな聞きたいんだよ多分。そっか、いっぱいネタあるもんね。ね、こんだけ生きてたらねいろいろ出てくるよね。まだまだありますよ。もう本当にいろんなね P トークもありますけど、でもなんかそういう2人とも多分全然違うタイプ。恋愛しててもこうやって仲良しだけど、あ、私はそういう発言しないなとか行動を取らないなって思うこともあるし、多分逆もそうだと思うけど、その2人の多分アドバイスが意外とすごいいろんなアングルからで良かったと思う。でプラスさきこはもう living that single life 今もうバリバリデーティング中っていう意見と、私も新婚でまた感じることも変わったし、なんか面白いと思った。私も話してて。恋愛主に結構こういう辛いっていうメッセージが多かったと思うけど、その最後のプッシュになる言葉をくれる友達ってすごい大切だと思わない？大切だからそういう人を常に周りに置くこと、私はさきこがいてすごいありがたいと思うことたくさんあったし、だからね、この関係ってまあなかなかね、いきなり友達じゃあどこで作るのみたいなとかいない場合は、でも家族でもいいし、なんかそういうこう相談できる人で冷静な意見をくれる人がそばにいるのが一番のベストアドバイス。そうだね。なんかこう理解をしてくれる人をとにかくそばに置くこと。ベニ長女だからさ、やっぱお姉ちゃんだからさ、3人兄弟のすごい冷静なお姉ちゃんっぽい対応されるからさ、すごいなんかわかる？お姉ちゃんなんだよね、アドバイスが。だから怖いし厳しいし、これ言ったら怒られそうみたいないつも気分でいるんだけどそういう感じ。でも言うこと聞かなかったりするかも言うこと聞かないからそうやってなんか、ビシッみたいになるけど、ビシッってされるIt's love, it's love、it's all love。 ありがとう。そんな関係性。はいそんなこんなでいいんですか？これで終わっていいんですか？こんなんで終わっていいんですか？私は今日は anything you wanna say？ そうね、やっぱりそのウーマンエンパワーメントじゃないけど女性、女性だけじゃないと思うんだけど、こう皆さんを元気づけたり、何かこうやってやってみようかなって、だってそれこそね、質問にあった変わりたかったら何すればいいですかみたいな、やっぱ質問が来るってことはさ、人がどうやってやってるんだろうっていうのをすごい知りたい。どういうマインドでいるんだろうとかさ、意外と表面的なところじゃなくて、その内面成長とかにすごいこう興味持ってくれてるの嬉しいよね。なんか、ファッションなんとかとかメイクとかやってんだけど、でも実際気になってるのは中身だっていうのがすごい、すごく嬉しいよね。でそこをもうちょっと経験積んで、表現できればお伝えしていけばと思って。ということで皆さん聞いていただきありがとうございました。Podcast はいつでもアーカイブできるので、また時々配信したエピソードを聞いてもらって皆さんの人生のヒントになれば嬉しいです。ではまたどこかで私たちはこのまま引き続き飲みます。軽い。Okay. Cheers to that. Cheers.